こんにちは、コタです。ついに登場しました。こちら Google Pixel 9 Pro XL 発売されたばかりの最新スマートフォンです。 Google 社から製品提供いただき、一足早く実機を使っていました。今回のこの Pixel 9 Pro XL、 僕がもしキャッチコピーをつけるとしたら、ようこそ新時代へとつけたいですね。 Pixel 9 Pro XL はそれぐらい革新的で、使い手のライフスタイルを一変させるポテンシャルを秘めています。僕は長年 Google Pixel と Apple の iPhone2 台持ちをしてきました。ちょうどここにある Apple の iPhone 15 Pro、 そして Google の Pixel 8 Pro の台から、同じプロモデルとは言っても両社のマーケティング手法が若干変わってきましたよね。 iPhone 15 Pro はこれまで通りパワーとシネマティックな撮影体験を強調する方向へ、対して Google は AI スマホと銘打ってソフトウェア性能を強調する方向へと舵を切りました。僕はこの Google の判断、賢明だったなと思っています。以前こちらの動画の中でも話しましたけど、もはやスマホのスペックに一喜一憂する時代は過ぎていて、比較的安価な端末でも一般ユーザーが求めるようなニーズは結構満たされちゃってるんですよね。それならもっと安くしてほしいっていうのが消費者の本音なんじゃないでしょうか。エントリーモデルであればそれに応えるのもありなんでしょうけど、プロモデルはそうはいきません。どんな新しい未来を見せてくれるのか、そこが僕らの関心事であり、メーカーの腕の見せ所です。そういう意味で Pixel 9 Pro XL は実にプロらしいプロです。スペックだけを見ると8 Pro とそんなに変わってないようにも映りますが、実際に使ってみると安定感が違います。カメラ性能も向上していて iPhone にも負けていません。それにこの1年で登場した Google の Gemini は暮らしを一変させるほどの破壊力があります。Gmail や Google ドライブ、マップなど Google が提供する様々なサービスと緊密に連携して、もはや価値の足し算ではなくて掛け算、指数関数的に魅力が増しています。まさにフェーズが変わったなという印象です。今日はこの Pixel 9 Pro XL の進化のポイントを振り返りつつ、 Google Gemini を使うと具体的にどう生活が変化するのか、 iPhone との比較なんかも交えながら語っていきます。まずはスペックと進化のポイントを見ていきましょう。今回ご紹介する Pixel 9 Pro XL の仕様はこんな感じです。カラーはポーセリン。実際に手にしてみると優しく温かみのあるホワイトといった印象です。Pixel 9 Pro シリーズのカラーはポーセリンの他にローズクォーツ、ヘーゼル、オブシディアンのカラーバリエーションがあります。背面はマットなガラス加工が施されていて、触るとシルクのようにサラサラと滑らかです。それとは対照的に側面はキラッと輝く鏡面アルミニウム仕上げ、エッジを優しく包み込むようなデザインとなっていて、握った時の角張った感じが全くありません。むしろとっても滑らかです。手触りからも高級感を感じ取れます。今回側面が直線的なデザインになったおかげでグリップ感が増していますね。動画撮影の時なんかも持ちやすく、取り回しが良くなりました。これまでピクセルの象徴となっていた帯状のカメラバーは今回から楕円デザインにリニューアルしています。この楕円デザインは Google の UI 思想を反映していて、 Google の一貫した美学を感じ取ることができます。ソフトウェアからハードまで考え抜かれた世界観をじっくり味わえるのも Google 純正端末ならではの魅力です。寝かせて使用する時もカメラバーがバランスよく筐体を支えてくれて、ガタつきがありません。筐体サイズは高さ 162.8 ミリ、幅 76.6 ミリ、奥行き 8.5 ミリ、重さ 221g です。Pixel 9 Pro XL は前面カメラによる顔認証とディスプレイ埋め込み式の指紋認証、どちらにも対応しています。指紋認証は今回から超音波式になって精度が向上。プールサイドや料理中に濡れた手で操作するときも高速かつ正確に反応します。Pixel 9 Pro XL の防塵防滴性能は IP68 と最高ランクです。表面はゴリラガラス Victus 2に覆われていて、傷や落下の衝撃に強い構造です。こんなにエレガントな見た目ながら意外とタフでガシガシと使えます。ディスプレイサイズは 6.8 インチ、1600万色を表現できる OLED ディスプレイが採用されています。
アスペクト比は20対9、画素密度は 486ppi とかなり高精細です。この大きさ、そしてディスプレイの綺麗さ、エンタメ視聴がはかどりそうです。リフレッシュレートは 120Hz、 スマホゲームを楽しみたい方も申し分ない性能だと思います。ディスプレイの明るさはピーク時3000ニット、日差しの強い屋外でも高い視認性を確保してくれます。バッテリーは最大で24時間以上持ちます。実際に1週間ほど使っていましたけど、かなりよく持つなという印象です。旧モデルから消費電力も改善されている印象ですね。今回 Pixel 9 Pro XL に搭載されているカメラは全部で4つ。前面カメラは F2.2 の明るさを持つ4200万画素のデュアル PD 自撮りカメラが採用され、画質、オートフォーカス性能ともに大きく向上しています。背面カメラは F1.68 の明るさを持つ5000万画素の広角カメラと F1.7 4800万画素のウルトラワイドカメラ、 F2.8 4800万画素の望遠カメラの3つが搭載されています。この Pixel 9 Pro XL を持ってスナップ撮影に出かけてみました。こんな感じの撮影ができます。動画もいい感じです。撮影倍率は写真の場合 0.5 倍から最大30倍まで、動画の場合は 0.5 倍から最大で20倍までとなっています。0.5 倍、1倍、2倍、5倍はレンズ性能をフル活用した撮影ができますが、それ以外はデジタルズームとなっているので画質が若干犠牲になります。 iPhone 15 Pro とも取り比べてみました。左が Pixel、右が iPhone で撮影したデータです。皆さんどんな感想を持ちましたか？ Pixel 9 Pro XL の写真綺麗ですよね。そう感じた方結構多いんじゃないでしょうか。僕はパッと見の第一印象で Pixel の方が綺麗だなと思いました。鮮やかで一眼レフで撮影したような柔らかさもあって華やかです。でも細部まで拡大して見比べていくうちに捉え方によっては iPhone が好きって方も中にはいるのかなと思いました。iPhone は比較的写真が暗く控えめな印象ですが、パンフォーカスで写真全体にピントが合っていてディテールが細部までしっかりと描写されています。対して Pixel 9 Pro XL はポストカードのように美しく柔らかい写真が撮れる一方で、ディテールという点については少し甘くなっている箇所があります。ここは好みによる部分だとは思いますが、物足りなさを感じる方も中にはいらっしゃるのかもしれませんね。夜景撮影に関して言えばPixel 9 Pro XL の圧勝です。明るさが十分確保されていて、ディテールが細部までしっかりと表現されています。iPhone は黒つぶれが発生してしまっていて、自慢のディテールが表現できていません。個人的な感想をまとめると、色鮮やかな雰囲気重視の撮影を好む方は Pixel 9 Pro XL、 夜景や暗いシーンでの撮影が多い方も Pixel 9 Pro XL、 シャープで写実的な表現を求める方は iPhone を好む方も中にはいらっしゃるかもしれませんね。今回比較した写真は僕の X とスレッズにもアップしておきます。今どっちの写真が好きか投票しているとこなんですが、どちらのプラットフォームでも Pixel 9 Pro XL の方が好きという方が多いですね。後ほど見比べてみてください。今回真夏ということもあって炎天下の下で数日間 Pixel 9 Pro XL を持ち歩いて撮影してきたんですが、旧モデルと比べて耐熱性能が強くなってると感じましたね。35度を超える炎天下でも一度は警告が表示されたものの 4K60p の動画撮影を中断させることなく撮り切ることができました。旧モデルの Pixel 7の頃はこうした状況下だと強制停止されることも少なくありませんでした。
Pixel 9 Pro XL はそういうことはなく、耐熱性能は一般の業務用カメラぐらいには向上しているなと感じましたね。Pixel 9 Pro XL のストレージ構成は 128GB、256GB、512GB の3種類から選択ができます。Pixel 9 Pro XL は 8K 動画やローデータでの写真撮影なんかもできます。こういう編集体制の高い形式を好んで利用される方は少し大きめのストレージを選ぶことをお勧めします。Pixel 9 Pro シリーズは AI を駆使した高度な画像編集を得意としています。例えば背景を伸ばしたり、位置を調整したり、映り込みを消したり、撮影した後から自分好みのビジュアルに仕上げることが可能です。こうした高度な画像処理能力を引き出しているのが Google 自社開発の TensorG4 チップ、いわば Pixel の頭脳にあたる部分です。TensorG4 は Google の最先端技術を最大限引き出せるように設計されていて、カメラ性能や音声認識、高度な AI 機能など様々な場面で恩恵を受けることができます。そして今回 Pixel 9 Pro に搭載されている RAM はなんと 16GB。 Pixel に PC 並みの RAM が搭載されたことで TensorG4 と高いシナジー効果を生み出し、未だかつてないパワーと安定感をもたらします。こう言うと、いやいやゲーマーでもないしクリエイターでもないからそんなパソコンみたいな性能いらないよって声が聞こえてきそうですが、そう思ったあなたももしかしたらこれからは必要かもしれませんね。その鍵を握るのが Google の新しい AI アシスタント Gemini です。今ちょうど時代の分岐点に来ているんだと思います。かつて電話とメールさえ使えればいいとガラケーを満足に使っていた方がスマホに移行してインターネットの可能性に感動したように、今度はスマホから AI スマホに移って AI アシスタントの便利さに感動する時が来たのかもしれませんね。ジェミニはチャット GPT と同じような大規模言語モデルの AI で世界で最も賢い AI の一つです。ジェミニは会話もできて Google アシスタントに代わる存在です。これまでスマホの中で活躍してくれていた Google アシスタントは情報検索など日常的な単一なタスクをこなすのが得意でした。それに加えてジェミニはより高度な作業ができます。例えば文章制作、翻訳、プログラミングなどより創造性を必要とする作業も難なくこなします。ジェミニは単にネットで調べてきた情報を提示してくれるだけではなくて Gmail や Google カレンダーなど Google が開発する様々なアプリと緊密に連携して実際にタスクをこなしてくれます。まだ発展途上ではありますがすでにかなり便利です。あーだこうだ言っていてもなかなか伝わらないと思うので、何ができるか実際に今からお見せしたいと思います。仕事にまつわる使い方と家事に役立つ使い方を試してみたいと思います。より賢い有料版もありますが、今回は無料版を利用します。例えば仕事のメールで前に情報が来ていたけどちょっとうる覚えってことありますよね。そんな時はジェミニに頼りましょう。ジェミニを使う時は電源ボタンを長押しします。国際文房具博覧会の件についてメールが来ていたと思うんだけど、今後のスケジュールを確認して。はい、国際文房具博覧会についてのメールがありました。今後のスケジュールは次の通りです。10月25日、社内での最終確認ミーティング。こんな感じで AI が Gmail から該当のメールを探して的確に会話を返してくれます。国際文房具博覧会の開催日と場所はどこだっけ？国際文房具博覧会は2024年10月30日に京都国際文芸ホールで開催されます。実際には京都国際文芸ホールは存在しないので、僕のメールを読んでいることがわかります。国際文房具博覧会展示ブースのデザインの進捗状況はどうなっている？デザインはほぼ確定し、来週には最終チェックを終えて制作に入ります。細かい情報を覚えていなくてもジェミニが優秀な秘書として瞬時にサポートしてくれます。渋谷りんごさんのこのメールに返信したいです。私は賛成しています。例文を考えて。渋谷りんごさんからのメールへの返信ですね。いくつか例文を考えてみました。状況に合わせて使い分けてみてください。こんな風に意外と時間のかかるメールの文章制作も一瞬です。京都駅近くの予算1万円で泊まれるホテルを料金が安い順にリストアップして。京都駅周辺で1万円以下のホテルをいくつか見つけました。ホテルエクセレンス京都駅西、シンプルな内装の客室を備えた気取らないビジネスホテル Wi-Fi 完備。こんな風に料金が安い順にしっかりとホテルをピックアップしてくれていますね。
あとはこのまま予約して当日 Google マップにナビしてもらうだけです。ジェミニは仕事だけではなくて家事にも能力を発揮します。ちょっと準備しますね。ここに冷蔵庫の余った食材を集めてきました。余った食材で毎日献立をやりくりするのって結構大変なんですよね。思いつくアイデアも偏ってきてしまいます。そんな時はジェミニに頼りましょう。カメラを起動してこんな風に写真を撮ります。この写真に何が写っている？この写真には料理の材料として使われるものが写っています。具体的には以下のものが確認できます。玉ねぎ1個、人参1本、じゃがいも3個、ベーコン1パック。しっかりと食材を認識していることがわかります。この食材で作れるレシピを提案して、いくつか提案させてください。定番料理、ポトフ、王道の温まる一本、ミネストローネ、イタリアの家庭料理、カレー、ベーコンの旨味を生かして洋風のカレーもおすすめです。いろいろと提案してくれました。ポトフいいですね。健康を気にされている方なんかはカロリーも気になったりしますよね。ここに写っている食材の 100g あたりのカロリーを表にして見やすく提示してくれます。こうしてまとめた情報は Google ドキュメントにエクスポートもできます。よし、今日はポトフにしましょう。ポトフの作り方を教えて。作り方1、野菜の準備。じゃがいも、玉ねぎ、人参は大きめの乱切りにする。キャベツはざく切りにする。ベーコンは 1cm 幅に切る。シンプルで見やすく、下手なレシピサイトを見るよりも見やすいです。どうですか？ジェミニすごいですよね。仕事ができて料理も得意。これまでの音声アシスタントではちょっと考えられなかったことです。まだ日本語版では提供されていない機能も多いんですが、ジェミニはチャット GPT などと同じ大規模言語モデルの AI なので、今後使えば使うほど賢くなっていく可能性はあります。Google はサービスの幅が広いので、よりパーソナルな情報にアクセスしやすいです。これらの情報をクロールしてジェミニがより的確に個人のパーソナリティに合わせたアシスタントになってくれる可能性は十分にありますね。例えば自分の仕事の内容や性格を理解したり、健康に配慮したレシピを提案してくれたり、そういう未来もそう遠くはないのかもしれません。ジェミニが使えるのは何も最新の Pixel 9 Pro に限った話ではありません。比較的新しい端末であれば Android、iPhone 関係なく使える可能性が高いです。でも最新技術をいち早く安定的に取り入れたいならやっぱり Pixel シリーズがおすすめです。最先端の技術を惜しみなく活用して時代を先取りできます。そういう意味で Pixel 9 Pro XL はとってもいい選択肢です。これを機に新しい時代へ踏み入れてみてはいかがでしょうか。このチャンネルではデザインやクリエイティブに関すること、テクノロジーやガジェットなどについて発信しています。いいね評価、バッド評価、どちらでも構わないので下のボタンで評価いただけると嬉しいです。チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。